MacBook のここ救いたい。こんにちは、トパログです。今回はですね、ちょっと小ネタ的な動画なんですけども、 MacBook をこんな感じで浮かせて使う時にできるここのキーボードのこの部分をちょっと有効活用していこうかなっていう動画を撮っていこうと思います。最近 Twitter をバーって眺めてたら、モノグラフの堀口くんがこういう投稿をしてたんですよね。いや、これめちゃくちゃわかる。これね、この MacBook のここのキーボードの部分って自分で好きなキーボードを用意してこんな感じで浮かせて使ってると、本当に使わないんですよね。そんな理由から外で使うときはこんな感じで Surface Pro 12インチをね持ち出して使っているんですけど、これねめっちゃいいです。これ680g しかなくて、本当に画面もねこのキーボードとか取り外して使えるから、自作キーボードとセットで使うにはすごくいいんですけど、とはいえ周りにはやっぱり MacOS が好き、 MacBook が使いたい、なんなら iPad で MacOS 搭載してほしいっていうね人たちもたくさんいるわけですね。今回はせめてねこの MacBook のこのキーボード部分を有効活用していこうじゃないかっていう感じの動画を撮っていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでこんな感じで動画を撮っていくんですが、まずなぜ MacBook これそもそも浮かせてんのみたいな話で、これに関してはね前にこういう動画を撮っているのでそっち見てほしいんですが、主に首が楽になる、デスクがすっきりするっていうのが、僕が使っている理由の一つです。今回はねちょっとこれ PC スタンドが斜めになっていて、ここの面がねちょっと傾斜を描いてるんですよ。なので、傾斜をうまく使うためにちょっとした道具を使っていくと、この辺かな、こんな感じで、これはねタイプスティックスっていうやつなんですけど、これにちょっとした工夫を施せばこの上にいろいろなものが置けてしまうっていうわけですね。っていうところで活用法1つ目、モバイルモニターをこの上に置いていく、これです。これが結構多分使い勝手が一番いいというか、活用法としては最適解なんじゃないかなと思います。こんな感じで、これ前のねピクセルの動画でも紹介してるんですが、こういうモバイルモニター結構 Amazon でいろいろなものが売ってるんですよ。多分1万円台ぐらいから普通にねフル HD のものだと売っていて、僕はこれ 4K でもともとスマブラとかをするために買ったんですが、こういう風にねミニマルセットアップとか、出張する時とかで使うっていう時はこうやって USB-C を挿すだけで、これでモニターが動いてくれる、 MacBook 側の電源を供給して動いてくれるっていうやつで、こんな風にペタッとやるとこれで即席2画面 PC の完成になります。これ結構良くないですか？活用法1にして最大の利点、これがね多分ベストな使い方で、例えばこの上にね、動画編集ツールを載せておいて、この下にこんな感じでファインダーを置いておいたり、検索用のウェブを置いておいたり、あとはこういうのをする人であれば絶対こういうねクロードとかなんかコデックスとかそういうの絶対好きだと思うので、こんな感じで多画面、なんかいろんな画面をねこうやって上下に置いておくことができるっていう、これがメリットですね。ただこの状態だとこのちっちゃい14インチの画面一つでねこう何回もこう操作しながら行き来して作業する必要があると思うんですが、これがあるとこんな風に活用することができるっていうわけです。こういうモバイルモニターだとこうやって横に置くっていう人も結構多いと思うんですが、こういう風にね、スタンドを使ってる人であれば上下に配置してあげるのが一番この目線の移動も少なくて一箇所に集中していくことができるので、生産性とかをね上げたいっていう人は多分この使い方がベストなんだと思っています。これはねちょっと形は違えど10年ぐらい前からなんかこう2画面でうま
まくできないかなっていうのをねいろいろやっていた中で、現状こういう使い方がやっぱね結構しっくりくるなっていう気がしているので、これは本当におすすめの使い方ですね。ただ1個やっぱ難点としては、別途このねモバイルモニターを用意しなければいけない、新たに持っていない人は買わなきゃいけないっていうところとか、あとUSB-C で給電をするので MacBook が充電できる環境であればいいと思うんですが、充電できない環境だとかなりバッテリーの持ちが減りやすくなるので、外出先でもし使うってなるとバッテリーの持ちは気になるかなと思います。あとやっぱ物理的なね重さもそこそこあるものなので、その辺ですかね難点は。そして活用法2つ目、これも画面を拡張するっていう意味なんですけども、 iPad を使っていくっていうねスタイルもあります。これは、理想の書斎作りさんっていうね人がいて、その人もこのタイプスティックス使ってくれているんですけども、彼の投稿を見てこんな使い方キーボード以外に iPad も載せちゃうんだみたいなね使い方をされていて、これは最高だなと思って、そこから真似をして使ってるんですが、適当にこうやってキーボード部分に配置して、あとはこういう風にねiPad をペタッと乗せていくと、これで即席2画面が完成してしまいます。これはめちゃくちゃいいですよね。なんかモバイルモニターを別途これ持ち歩くとかなんか持っていくとかってなるとちょっと使わない時無駄な感じしちゃうんですが、 iPad であれば使ってない時間でもね単体でこれでお絵描きしたりとか、あとは読書をしたりとか、そういうね単体でも使えるなんだけど MacBook と一緒に使うことでこれまた生産性が爆上がりするツールになるっていうところが、これがね結構いいんじゃないかなと思ってます。例えば僕だったらこんな風にサムネとかクリエイティブ系のツールを開いておいて、あとはデザインとかね専門系の書籍をここに表示しておいて Kindle で、そういうね使い方もありだし、僕はあんまりやってないんですけど、こっち側で Notion を開いておいて、こっちでねなんか参考書とか英語系の勉強、語学勉強をするとか、そういう使い方結構大学生あたりとか向いてる気がしています。で iPad これすごいのがサイドカーって言って MacBook の画面をこっち側に拡張する、 iPad 側に拡張するっていう機能もあるんですよね。これがめちゃくちゃ例えばこんな感じでこっち側でこのディスプレイのところからプラスってあるじゃないですか。これをプラスを押すとこれ自分の iPad がここに出てくるんですよね、自動的に。で自分の iPad を押すと、よいしょ、わかりますかね。ちょっとわかりづらいかな。もう一回やってみようかな。もう一回やってみるんですが、ここに自分の iPad が出てくるんで、これをポチッと押すと、はいこんな感じで、これね自分の iPad のここの部分がディスプレイになるんですよね。配置をちょっとね変えて、よいしょ、この上下に配置しておくとこういう感じで、もう自分の iPad すらも MacBook の画面として使うことができるっていう、正直これも活用法としてはすごく強いんじゃないかなと思います。で今ねこれワイヤレスで接続してるんですが、ワイヤレスでもある程度こうサクサクいくんですよね。出始めの頃は解像度の問題とか遅延とか、接続の安定性の問題でね結構なんか微妙だなみたいに言われてたと思うんですが、最近はね結構遅延も少なく、これビジョンプロとかでも多分使われてる技術だと思うんですが、かなりね Wi-Fi 接続でぬるぬるいく感じなので、これはね結構いいかも。これはね自宅で使うっていうよりかは外出先で、カフェとかコワーキングスペースで、この自分のキーボードあるけどこの部分邪魔だなっていう人はなんかねこのアームなんかモノグラフがここでこんな感じで使ってたような PC スタンドとセットでねこうやって組み合わせていくと結構即席でいい感じの、作業環境ができるんじゃないかなっていう。実際に使ってみると高速で文字を入力する時とか、そういう時にねちょっとたまに止まる時があるんですよ。まだ安定性がね若干緩いところもあるので、そういう人は多分有線でこれをねiPad と接続をして使っていくのがベストなんじゃないかなと思ってます。これが活用法2つ目で、やっぱ MacBook と iPad はどうしてもセットでみんな持っていくと思うので、このね使い方いいんじゃないかなと。はい、そして活用法3つ目、メモ帳とかノートを置く
ですね。これはまあちょっとさっきまでのミラーリングに比べたらちょっと訴求弱いかなっていうところではあるんですが、例えば僕結構ね外に持ち出す時とか、日常で使う時割とこういう感じの紙のノートを使ってるんですよ。手書きでノート使いたい時あるじゃないですか。なんか iPad とかああいうのじゃないんだよなみたいな。結構最近一周回ってデジタルノートから手書きのノートに回帰してるんですが、そういう時にねここにこうやってさっと置いておくと意外とこれ便利なんですよね。なんかノート PC の脇にさこうやってメモ帳を置いておくと結構幅広く使うじゃないですか。で家のデスクとかだったらいいんですけど、スタバのこの丸いちっちゃいテーブルとかだとさすがにそこまでねなんか広く使えないというところがあるので、こうやってメモ帳とかを置いておいて、この背面がねある程度硬い紙のカバー、ハード寄りのカバーであれば結構いろいろこうやってね手を置きながらこう使ってもねキーボードが干渉することがないので、こういう風にね、メモ帳を置いて使ったりもしています。ちなみに今やっていたのがこれクロードコードと相談しながらやってるんですが、 YouTube の動画データのデータベース化ですね。こういう作業とかもこんな感じで、このね PC 自体がテーブルになるみたいな感覚でこうやってねカタカタとやりながら、調べ物をして、あとはこっちでも書いてみたいな、そういう使い方が意外と活用法としては便利かなと思っている次第です。あと最近はねそこまで動画でも紹介していないし、紙でね割と完結してるんですけど、こういうなんか電子ペーパー搭載のメモ帳とか、Kindle のやつとかもあるじゃないですか、手書きできるああいうやつでこうやってねなんか自分でタスク帳みたいなのを作って、それでいろいろねタスクを書き込んで管理していたりもするので、日常で使うならこういうねタスクとかを表示したやつをこんな感じでペタって置いておいて、でタスク管理とかでねこれはもう今日やったわみたいな感じでで新しくこのタスクが増えましたみたいなのをこうやってね追加していくっていうのも結構活用法としてはいいポイントだと思います。ここのキーボード部分の活用法としては主にこんな感じですかね。結構あとよく見るのだと音楽を作る動画あるじゃないですか、こういう感じのティーンエイジのやつ、あれを、このタイプスティックスとかの上に乗っけてキーボードの上に置いて使ってる人とか、ちょっとしたね鍵盤のキーボード、音楽作るキーボードを置いて使ってるよっていう人もいたり、意外とここデッドスペースではあるんだけど有効活用しようと思えばいろんな使い方ができると思うので、そんな感じでいろんな活用法ができる感じですね。もちろんねこのキーボードをそのままこの上にね物を載せようとすると滑り落ちちゃったりとか、キーボード自体をね押してしまうっていう問題があったりするから、一旦このアイテムを紹介しておこうと思います。これはタイプスティックスっていう、トバログがねこのキーボードの上にこうやって自由に好きなキーボードを置いて使いたいっていうためにね開発したやつなんですけど、これねキーボードをただここに置くだけじゃなくていろいろなものを置いて使うっていうので結構ね使っていただいている方が多いんですよね。僕はちょっと改造していて、素の状態のタイプスティックスにこんな風にグリップラスっていうこの滑り止めを貼り付けて使っています。それによってこんな感じで角度がついた状態でもちょっと iPad ペタッとねやっておけばこんな感じでペタッと置いて使うことができるので、この使い方は結構おすすめです。ちなみに余談でブラックもあります。ブラックの方がかっこいい。ブラックの方がやっぱねガジェットとしては完成されててめちゃくちゃいい質感なんですよね。気になった人は概要欄にリンク載せておくのでぜひチェックしてみてください。はい、というところで今回の動画を終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどなどよろしくお願いします。今日の動画はこんな感じですかね。別途自分の好きなキーボードがある、そして MacBook をねこうやって浮かしながら使ってるっていう人はぜひねこれを試してみてもらえるといいかなと思います。そもそもね MacBook じゃなくて Surface とかであればこのぐらいの画面の近さでこうやってねこんな感じで使うことができるので、この Surface Pro についてもこんな感じで動画をアップしているのでそちらも見てもらえたら嬉しいです。
そしてトバログではこんな感じでトバログペーパーといって自分のアイテムについて好きなものについてエッセイを書いてるジンというか本みたいなのを出してるので、それもぜひチェックしてもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。